ご視聴ありがとうございます。さて今回は VMAX1200 新ブースターケーブル編。以前の動画で作った充電ケーブル、手軽に充電できたのはいいけれど、急いでエンジンをかけたいときは使えず、そこで新しいケーブルに作り直します。最後までゆっくりしていってね。めったに乗らないバイクなので、何かとバッテリーの状態が微妙になりがち。そこでこまめに充電しておくことで、乗りたい時にすぐ乗り出せるように、以前手軽に充電できる配線を自作。しかしうっかり忘れることもあり、やっぱりエンジンがかからない時に他社や予備バッテリーで素早くジャンピングしたい。そこで昔から VMAX 定番の方法でブースターケーブルを装備します。まずは以前のケーブルを撤去します。バッテリースイッチもつけてますが、一応バッテリーマイナス側から外します。あとは安心してプラス側が外せます。ネジを落とさないように気をつけて、線が外れたので引き抜きます。おっと、フレームに結束バンドで留めていたっけ。よし、取れた。要するにただの延長コードです。新しく用意した部品はこんな感じです。セイワ製ブースターケーブル SB200 です。ホームセンターの切り売りで購入。まずは必要な長さの見当をつけます。無理のない取り回しを考えながら、ダミータンクカバーもかぶせて、干渉しない位置と長さを確認します。少し長いけど50センチでやってみます。ワニ口クリップのカバーを片方外し、被膜を抜いて導線を出して、必要な長さを確認しながら、何回か被膜を少しずつカット。被膜が太いのでカバー側もカット。それでも全然入らないので、被膜側も少し削って細くしました。先にカバーを奥まで差し込んでおき、ワニ口クリップをつけてみます。金具をかしめて導線を接続。バッテリー側の端子も圧着。絶対必要というわけではありませんが、
より確実にハンダ付けしておきます。対象物を十分に熱しておきます。ハンダをきれいに流し込むコツです。バッテリー端子側 OK。 対象物を十分に熱しておきます。ワニ口クリップ側 OK。 絶縁キャップをかぶせて絶縁カバーとして利用します。真ん中に小さな穴を開けて結束バンドを入れて抜けないようにし、クリップが車体に触れないようにします。バッテリー側もできるだけ端子を覆って絶縁しておきます。繰り返し折り曲げに耐えられるようにクリップの付け根を絶縁テープで補強。完成です。バッテリー側は丸型端子、片方は絶縁カバー付きクリップ。それでは車体に取り付けていきます。まずはプラスの配線を束ねていきます。私の場合ハーネスと電源取り出し用と今回新設したブースターケーブルの3本にボルトを通して接続。端子が3枚で厚みが増すので少し長めのボルトに変更が必要です。こんな感じです。線に無理をかけないように収納します。そして本体マイナス線を戻します。しっかり確実に締めておかないと走行中に緩みエンジン停止なんてシャレになりません。タンクカバーを開けると出てくるようにリザーブタンクの上にクリップを収納。よし OK。某ディスカウントストアにて購入したブースターケーブル。ところがまんまと騙されました。 3.5 メートルの300アンペアで1000円だなんて、これは安いと飛びついた。しかし被膜に柔軟性がなく曲げるとすぐに折れる。切断して断面を見てみましょう。なんじゃこりゃ。導線よりもほとんど被膜300アンペアなんて流れるわけがなく、当然ですが使い物になりませんでした。そこでホームセンターで切り売りのブースターケーブルを買ってきました。セイワーバッテリーブースターケーブル SB200。 電気抵抗を抑えるためできるだけ
短くします。これを使って安物ダメケーブルを特製強力ケーブルに改良します。先ほどの自称 300A ダメケーブルとゴム線切り売りで買ってきた日本製 200A と比較してみましょう。これはひどすぎる。完全に電線詐欺。しかも 3.5 メートルもあるのでエンジンもかかるわけがありません。皆さんも安いものにはご注意ください。ちなみに製油製ケーブルを使った同規格のブースター製品の価格は当然1万円はします。安物ダメケーブルは破棄します。というわけで悔しいからせめてワニ口クリップだけでも活用します。他の車やバイクを横に並べてジャンピングするのではなくバッテリー単体だけを近づければケーブルの長さは必要ありません。予備バッテリーでのジャンピングに特化した1メートルケーブルにします。無駄に長いと電気抵抗が増えるのでできるだけ短い仕様にします。今回タンクカバー内に新設したプラスのケーブルに接続して給塩します。また今回新設したケーブルは充電したい場合も以前と同様に充電器を接続すれば充電することも可能です。よし、できた。ここにバッテリーが1個あります。以前使っていた古いバッテリーです。この古いバッテリーに付け替えてバッテリー上がりを疑似的に再現してブースターケーブルで始動するかテストをしてみようと思います。相変わらずなかなか出てこない元気なバッテリーを下ろして古いバッテリーに乗せ替えて接続したらキーをオンにしてみます。電圧が低すぎて完全に死んでいる。これでバッテリー上がりの状態を再現。ここにもう一つバッテリーがあります。ランサーで使っていたバッテリーです。過去動画を見てみると2016年2月購入。今から8年前のバッテリーですが充電したので 12.23V あります。本当にカオスなバッテリーです。それではこのバッテリーを使ってケーブルのテストをしてみましょう。
マイナス端子からフレームの適当な場所にワニ口クリップを接続します。プラス端子から新設したケーブルのワニ口同士を噛み合わせて接続。どこか置き場所はないかな。わお、びっくりした。クリップの片方が絶縁不十分でした。プラスは車体に絶対触れないように皆さんは十分気をつけてください。それでは気を取り直してセルを回してみましょう。カオスバッテリーのおかげで 12V を維持。クラッチを握りチョークなしです。怖いからさっさとプラスを外そうっと。これでこれからは予備バッテリーとこの専用ブースターケーブルがあれば安心。新ケーブルのテストが終わったのでまた元の元気なバッテリーに戻します。 VMAX のメンテナンス作業の中で最も評判が悪いバッテリーの交換案の定なかなか出てこない。やっぱりTP バンドを仕込んでおけばよかった。やっと出てきた。元気な方のバッテリーを戻します。何個かコネクターを外せば多少の余裕はできますが、それでもギリギリ。やっと入りました。フィッティングを見ながら元に戻します。無理のないようにケーブルを収納。リザーブタンクの上の隙間にワニ口クリップを格納しました。反対側で挟んでいないかな。大丈夫なようです。元に戻ったところでエンジン始動。チョークを引いています。かかったらすぐに戻します。元のバッテリーに戻しただけなので当然ですが特に問題はありません。完了です。というわけで新しいケーブルを使って充電もしてみましょう。マイナス線をフレームの適当なところに接続。
充電器プラス線を新設クリップに接続。充電中になりました。補足。シート座面などの破れを補修するシールを使って絶縁不十分だったプラスケーブルの反対側も絶縁します。これで大丈夫。また見てね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。